こんにちは、ロビンです。テルルだよ。画像生成 AI ステーブルディフュージョンのフロントエンドの一つであるオートマチック1111が7月25日にバージョン 1.5 にアップデートされています。なんと、でどう変わったの？大きく変わったのは次の3つです。 SDXL に対応。ローラなどの学習ファイル用に個別のユーザーデータを作成することができるようになりました。そしてリコリスを正式サポート。1111がバージョンオフして管理されるようになったのは割と最近の話ですが、今回の 1.5 アップデートは直近で最も大きな更新となります。なんかいまいち何がすごいのかわからんぞ。というと思ったので順番に見ていきましょう。まずステーブルディフュージョン XL は SD の開発元であるスタビリティ AI 社がリリース予定の次世代 SD モデルです。次世代、なんだかすごそう。その次世代モデルを1111でも扱えるようになったよという更新です。早速試して見たいところなのですが、正式版の SDXL1.0 が本動画編集時点ではまだリリースされていません。研究用の SDXL0.9 は公開されていますが、本命の 1.0 とはまた仕様が異なることが予想されるため、 SDXL の話は正式リリース後に改めて取り上げることにします。そんな。とりあえずは1111で次世代のモデルが扱える状態にはあるとだけ把握しておいてください。ちょっと待っててね。次の学習データのユーザーデータ編集について、これは利便性が大きく向上する更新となります。いつもの花札マークから学習ファイルを適用するときに、ファイルのサムネイルカードの右上にトンカチみたいな編集ボタンが追加されています。ほんとだ。クリックすると学習ファイルのメタデータの一部が閲覧できます。従来の i マークよりもはるかに洗練されていて見やすくなっています。確かに。特筆すべきは学習ファイル適用時に別のプロンプトも併記できるようになった点です。中ほどにあるアクティベートテキスト欄にトリガーワードなどのプロンプトを記述して保存すると、その学習ファイルを適用した時に自動でプロンプト欄に併記してくれます。何これすごい便利。作成したデータは学習ファイルの保存場所に JSON ファイルとして保存されています。適用強度も設定できたり、メモ書き欄もあるので着せ替え用のプロンプトを記述したり、自分のサイトへのリンクを貼るなどいろいろ使えそうです。自作の学習ファイルを配布する際などに一緒に JSON ファイルも添付してやると喜ばれるかもしれませんね。3つ目、リコリスが正式にサポートされました。リコリスとはローラの発展型で、学習実行の際ネットワークモジュールにリコリス荒野というモジュールを使っていて、かつアルゴリズムにローハ、IA3、ロークル、大ローラが使われているローラファイルを指します。日本語で OK。 要するにシビット AI などのアップローダーでリコリスのタグがついているものも標準で扱えるようになったということです。なあほね。でも発展系の割にあんまり見かけないような。実のところリコリス自体の種類が複雑である点や、すでに広く浸透している荒野式ローラ学習で事足りてしまうなどの理由で、正直言うといまいち普及していない印象です。ただし今回の更新で標準サポートされたことで流れが変わるかもしれませんね。なおリコリスファイルの使用方法は既存のローラと同じで山ローラで扱えます。よし、エチエチリコリスを探しに行くぞ他にも細かい調整があるようですが、とりあえず今日紹介した3つの変更点を把握しておけば良いかなと思います。なお1111本体の更新方法は以前の動画の通りです。早速ギップル。簡単ですが 1111.5 の変更点についての紹介でした。今回はこの辺りでまた来週。それギップル。